皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日は最近購入したこちら DJI のジンバル RS3 ミニと、もともとすごく気に入って使っていたこのジーウンのクレーン M3 の比較をしていきたいと思います。今回のレビューですが、この DJI のジンバルを買う前も後もぜひこのクレーン M3 と比較してみたいと思っていたこともあって、自分自身もすごくどういう結果になるのかをまとめてみるとどうなるのか楽しみながら今回の動画を作成しました。ぜひ最後まで見ていただければと思います。でもし時間のない方、最後にまとめ表だけ載せてまとめを収録していますので、そちらの方にさっと飛んでもらって最後全部まとまった情報を一度に、見てもらうというのもいいのかなと思います。まず結論ですが、こちらのジーウンジンバルは2021年に出てるんですね。でこちらの DJI の方は最近2023年に出たジンバルになります。で約1年以上この発売時期が違うので、当然このジーウンで実現できなかった弱かったところを DJI の方はそちらをカバーして出してきています。ただ結果としてまだジーウンの方が優れてる点も何点かあったので、一重にこう出た時期が違うのでパッと平等に比較することはできないんですけども、この小型ジンバルのパイオニアであるジーウンクレーン M3、本当にすごくいいジンバルで、今でも第一線で活躍できるジンバルだと思います。そして後発でこの DJI のやつが出てきたので、個人的には次に出るこのジーウンの M3 の次のバージョンというジンバル、すごく注目したいなと思ってますが、パッと言える結論かなと思います。今回の比較なんですけども、4つの点に注目して比較を行っていきたいと思います。まず仕様とかスペック、仕様から来るもので2点挙げてまして、1つはカメラのペイロード、どういうカメラレンズの組み合わせが乗るのかっていうのに見ていって、双方のジンバルのモーターの強さ、アームの長さとかの違いから来るこの乗るカメラの違いっていうのを比較していきたいと思います。あとこのサイズ感、この高さだとか横幅だとかっていうので、この一番薄くした時っていうのもありますし、カメラをさっと外してこのバランス取れた状態でできる限り小さくしてカバンに入れた時のサイズっていう、このサイズ感っていうのが運用に多く関わるので、その2つをまず構造とかスペックというところで見たいと思います。あとですね、運用とか操作性というところでも2点。1つがですね、カメラとジンバルの連携、Bluetooth だとかコードだとか、そういうところでもこのジンバル比較したいと思います。あとですね、この運用というところでは、このクイックリリースの形、クイックリリースの仕方、この形状というのも比較したいと思います。なのでこの4つの点について今回見ていこうかなと思います。結構盛りだくさんの内容かなと思いますが、どうぞ動画最後までお楽しみください。それでは搭載可能なカメラの比較をしていきたいと思います。まずジンバルにカメラを乗せて少し手で押してみてます。こちらジーウンのクレーン M3 になります。続いて DJI のジンバルでも同じようにカメラを押してみます。結構見てわかる通り、こちら DJI の方はかなりモーターの力が強いということがこの映像からわかると思います。この積載可能なカメラの重量というのは積載量やペイロードと呼ばれています。DJI の方はホームページに仕様としてもうすでに掲載されていて、この DJI RS3 ミニでは 2kg となっています。なのでカメラ本体とレンズの重さが 2kg 以内であればこのジンバルで使うことができます。一方ジーウンの方はこのペイロード公開されていません。非公開となっています。そこでこのジーウンの方はカメラとレンズの組み合わせの一覧をホームページに載せています。この一覧に載っているカメラとレンズの組み合わせがサポート構成となります。ここで私の使っているソニーの α7C っていうカメラと、あとレンズ SEL20F18G というものを使っているんですけども、こちらの方カメラとレンズを合わせて 882g になります。でこちらサポート構成なのですが、このバランス調整をした時にどうしてもロール軸のバランスが取れないっていう問題が購入当初から気になってました。でどうしてもこのバランスが取れない状態で、ただ
キャリブレーションをすると、このバランスを取った後のテストをすると、チェックをすると正常に終了するという状態でした。なのでこのまま使っていたのですが、ロック状態なり絶対動いてほしくない、安定してほしい状態でもカクッとカメラがこのようにこう安定していて、ある一定のところでカクッとこうずれてしまうという現象があって、これは結構ジンバルで綺麗にこう滑らかな画像だとか、こう入れてほしくないところ、安定してほしいところでこうカクッとなるのは結構困ったなと思って運用していました。それでは続いて携帯性、サイズの比較をしていきたいと思います。サイズの比較に関しては2パターン比較をしたくて、1つはできる限り小さくしてっていう構成の時のサイズと、あとですね、カメラをバランス取って使っていた時にカメラだけ外してできる限り小さくしてっていう2パターンを比較したいと思います。でまずできる限り小さくっていう付属品だとかをできる限り外して小さくした時のサイズ感ですが、こちらすごく驚いたことに DJI の方が高さ、この G 運の方と同じっていう結果でした。であと横幅は当然 DJI の方が大きくなるんですけども、こう縦にした時薄さっていうのが実はですね、まあ大体一緒っちゃ一緒なんですけども DJI の方が薄いっていう、ここら辺の結果はかなり驚きの結果だなと思います。続いてこちらも携帯性の比較ではあるんですけども、私自身一番重要視しているポイントでもあって、この撮影してカメラを外した状態で少し小さく畳んでという大きさの比較になります。これ撮影と撮影の合間でこの形にしてカバンにざっと入れ込みたいので、この時の大きさを一番気にしています。で三脚も取り付けた状態での大きさとなります。まず高さなんですけども、こちら DJI の方がかなり思ったよりも長いです。420あるので、今までこの G 運のクレーン M3 で使っていたカバンには残念ながら入りませんでした。そしてアーム部分綺麗に平たくならないので、ここが結構体積を取るような形になります。こちらの方もサイズ見てわかる通り、かなり DJI の方が大きくなります。なので今までクレーン M3 で結構ぴったりなカバンを使っていたならば、この DJI のジンバルそのままの運用は難しいと思います。なので私自身もちょっと DJI のこの RS3 ミニ利用したいんですけども、実際持ち運ぶ時なり少し撮影と撮影の合間にちょっと小さくして、できる限りこう次の取り付けの運用を楽にしようといった運用をするときに、どういうようなカバンでどういうふうに持ち運ぶかというのは考えなきゃいけないかなと思っています。ではカメラ操作とジンバルの連携を見ていきたいと思います。こちらの比較ですが、詳細はやはりそれぞれのホームページでお使いのカメラとジンバルの連携、どういうものがサポートされているのか確認してください。私のケースでいくとソニーの α7C を利用していますが、 G 運の方は実質連携できないとなっています。このバッテリーで充電できますというのだけサポートしていると書いてますが、実質操作、録画の開始ない停止というのはサポートされていないという状況になります。こちら購入直後にサポートに確認して、将来サポート予定ありますかというメールのやり取りをして、お待ちくださいということでしたが、現時点特にそこに関するアップデートは出ていません。で追加のモジュールを買って Bluetooth での連携ができるみたいですが、こちら後からオプション追加、オプションの購入というのができないので、実質購入時に一番上のグレードを買ってとなるので、なかなか利用するにはハードル高いかなと思います。なので実質連携はできないのかなと思ってます、私のカメラの場合。そしてこの DJI の方、こちらはですね RS3 で利用した時も思ったんですけれども、基本的に制御ケーブル、そして Bluetooth操作できる方法は全てサポートされてます。で特にこの Bluetooth を利用していて、まず Bluetooth の反応がすごくいいです。カメラの電源を入れた瞬間にジンバルとリンクされますし、でリンクされた後ジンバルの操作でもう何のストレスもなくカメラで録画の開始停止っていうのが操作できます。あとデジタルズームだとかも利用できるので、こちら今動画用にソニーの方も電動ズームのレンズなども出てきているので、このジンバル側でズームの操作ができるというのも非常に魅力的だと思います。なので購入の際にはぜひウェブサイトでお使いのカメラがどういうジンバルと連携できるのかっていうのもかなりちゃんと確認した方がいい項目となってます。
それでは続いてカメラのマウントクイックシューに関してです。こちら両方とも独自規格になっているのでちょっと使いづらいなと思ってます。そしてこちら DJI の方は少し出っ張りとかもあるのでつけるカメラを選ぶっていうこともあるのかなと思います。ここら辺やはりアルカスイスだとかもう少し汎用的な規格にしてもらえると両方助かるなと思います。でサードパーティーですがジウの方1社だけ出ているみたいですが私自身はもう購入していません。でこちらサードパーティー出てますがこちらもアルカスイスとかではないので独自規格になります。三脚での運用、あとジンバル間の乗せ替え、それぞれやっぱりカメラの使うシーンっていうのは様々出てきますし、あとカメラも1台だけじゃなくて複数台運用するということも考えられると思います。こちら今から DJI の RS3 ミニを使っていきますが、ぜひスモールリグだとかこのサードパーティーの製品で使いやすいものが出てくることを今から期待しています。こちらは両方とも純正のものは独自使用という内容でした。ここで少し Zhiyun クレーン M3 に関して着目したいと思います。この小型ジンバルのパイオニアである Zhiyun のクレーン M3、尖った機能が何個も入ってたんですけども、ここでまだ2つ尖った機能があって、それは DJI でもサポートされていません。1つ目はこのライトです。何気にジンバルにこういうライトがついていると自撮りだとか手持ちのライト大きなものがない時にパッと簡易的に使えるので非常に便利だなと思って個人的には気に入っている機能でした。あともう一つ、こちらは標準の形では使えないのですがこのジンバルのアームのところにオーディオの端子があります。でこちらも最上位のグレードを買うと下にモジュールがついて下のジンバル本体からこのオーディオの 3.5mm のプラグを使えるというものがあります。こちらが全部の比較項目を含めたまとめ表です。こちらの方各章で説明していたところにも加えて少し項目を足してあります。で発売日から始まって積載量、あとマウント方法、あとシャッター制御、カメラとジンバルの連携のところですね。あと大きさだとか携帯性のところもここに書いている通り、各章で説明した通りの内容になっています。でその他のところで今まで出てきてないんですけども DJI の RS3 ミニ、こちらですね追加の器具だとかがなくても縦向きのマウント可能になってます。ここら辺は今のニーズをすごく反映した良い機能かなと思います。で Zhiyun の方は尖った機能としてライトだとかイヤホンジャックというのがあります。あとはそれぞれ書いている通りなんですけども最後価格を見ると値段っていうのがそこまで大きな差がありません。なのでここら辺後発で DJI RS3 ミニっていうのはかなり Zhiyun クレーン M3 も意識した値付けになっていて、次 Zhiyun のクレーン M3 がまたこれを上塗りしてくると思うんですけども現時点この約1年ちょっとの差がある製品での比較というのは全てまとめるとこちらの表のようになってます。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。結構個人的には楽しい内容に作れたのかなと思っています。でやはり個人的には次出てくる Zhiyun のジンバルがどれぐらいのスペックでどういうものが出てくるのかっていうのがすごく注目です。興味があるところです。で今どういう人にどのジンバルをおすすめするかなんですけどもこのジンバル2つで迷っている人今ジンバル持っていない人はやはり大は小を兼ねるというのでこの DJI の方が個人的にはおすすめかなと思います。そして私と同じく今 Zhiyun のクレーン M3 を持っていて買い替えるかどうか考えている人というのはぜひ今回の動画を参考にしてもらいたいと思います。個人的には買い替えた方がいいって思う人今なんか困ってることとかでこれで解決できるっていうのでこう価値を感じる人と今この Zhiyun の方でまだまだ本当に現役で使えるジンバルなのでまだ買い替える必要がないっていう判断をする人もたくさんいると思います。なので今回の動画ぜひ参考に少しでもしていただければと思います。で今回の動画なんですけどもなかなか両方とも気に入ったジンバルで比較するっていうのがもともと抵抗があった部分というとかもあるんですけどもやはり両方とも優れた製品だなっていうのを再確認できて良い比較ができたのかなと思います。
特に今回本当に真剣に今ジンバルどっちを買おうとかジンバルを購入するのを検討しているという人に少しでも有用な情報が届けられたら、それだけで十分この動画を撮った意味があったのかなと思います。はい、それでは本日の動画はこの辺で終わろうかなと思います。少しでもこの動画良かったよっていう人は是非この動画に高評価お願いします。あとですね、チャンネル登録本当に励みになるので、よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。